今回のコストでは、結婚式やお葬式などの儀式で行われる何のためかわからない動作や儀式にかかるコスト、そしてそもそも儀式自体って誰のためのものかわからないよね。そんなところで感じていた疑問を大学で役に立たない機械を作る実践を教えてくださった2人の先生にぶつけてみました。例えば役に立たない機械っていうのは目的なき合目的性っていう話を授業の中で多分何回かしてると思うんだけど、例えば富士山もそうだったんだけど、富士山も別に富士山がああなろうと思ってなったわけではなくて、単にプレートテクトニクスのが起こした火山活動がたまたまああなってたまたま綺麗になってるだけなんだ。単に物理現象が偶然が重なってああいう形になって、みんなあれを尊い山だと、美しい山であると思ってみんな信仰の対象になったり、その芸術の対象になったりしてると思うんだけど、たまたまなのか意図的なのかよくはわからないが、みんながすごいと思っているのと付き合う方法の一つが、儀式なのではないかと、僕は考えるっていうんですね。富士山のコストパフォーマンスを測るっていうのは非常に難しい。それは量ではなくて質が他と違うからね。定量的評価の訴状にはまだ載せることが難しいけれども、みんながすごいと評価をするものって実は世の中にいっぱいあるわけだよね。これまでの評価の基準には乗ってこなかったものを考えようっていうものが、授業の一つのテーマで、でそもそも石川さんとどんな授業をしましょうかねって話をしたときに、その SFC にありがちな意味の病って石川さんが作ったまさにコスパの話だよな。コスパの話なんだね。それこそさっき就活の話してたけど、大人がこんなことを解決してくれる若者がいたら嬉しいなと思うのお題が振られるじゃない、SFC の授業って。こんなこと言うと怒られるから。そうですね。ある意味ブランディングってそういうジャンルな気もするんですけど、マーケティングとかブランディングっていうのは分かりやすくてすごい。でそのままビジネスの数字に現れる。でもなんとなく大人は正解だと思ってるものがあって、でその授業に参加した学生もクリエイティビティを発揮しろ、オリジナリティを発揮しろと言われながらも、でもなんとなく正解があるんだろうなって思いながら参加してる授業ってぶっちゃけ結構 SFC の中に、でも SFC 最初に来た時に一番強く感じたのがそれだな。そうです。そうですね。もっと内なる衝動に突き動かされて変なことやってる連中が集まってんのかと思ったんですよ。美大みたいな。そしたら意外とみんな小綺麗で、出題すると、これを出題することによってこの講師は俺たちに何を期待してるのかなってみんな考えてるのが分かるんですよね。多分ね、それはね、日本中の大学で、変な話そうなっちゃっていて、でそれは多分別に若者のせいじゃなくて大人のせいだと僕はちょっと思っていて、やっぱりその中高校でも多分統合学習の時間みたいな、あれも多分学生が自由に考えなさいって言いながらも、ほんまに自由に考えたら怒られるみたいな先生が思っている自由の範囲ってこんなもんですかねっていうのをなんとなく多分先生と生徒で空気を読み合って、この辺でだと先生喜ぶかなみたいなプレゼンをするみたいな、トレーニングをやっぱしちゃってるんだと思うんですよね。僕栄養受験の面接員やってると、良くも悪くもそういう人が多いな。謎の突破力を備えた野生の人間みたいな人っていうのは多分もう大学とかいらない。なので新しいことをやろうとか未来を切り開こうって言いながらも、なんとなく大人が上司に言われて困ってる宿題を学生にそのまま投げてるみたいなそんな授業がポツポツ散見されてたので、石川さんと話した時に全く僕も石川さんにも何が正解なのかわからないようなお題を出すのがいいんじゃないかみたいな話をして、
で、まあ、その時にその役に立たない機械っていうキーワードが、まあ、僕も前からもちろん、早稲田の授業で、その授業をやってて、タモリクラブで見てたので、まあ面白いなと思いつつ、で、ちょうど僕もその、いろんなデザイナーの教育論みたいなのをいろいろ調べてた時に、ブルーノ・ムナーリっていう人の、中に役に立たない機械っていう作品があって、森正弘さんっていうそのロボコンの創設者のロボットの先生も役に立たない機械を作るっていうコンテストとして、まあ、ロボコンを始めた部分があって、その役に立つか立たないかわからないけれど、まあ、とにかくこう無我の境地になってものを作るということは素晴らしいことであるというのが、まあすごい簡単に言うと大きな前提になっていて、受けるか受けないかとか評価されるかされないかを全くわからないが、なんかやってしまったみたいな、そのさっきの石川さんの言われで言うと、何かの衝動に突き動かされてやってしまったみたいな、どっちかというと内発的な動機からものを作るというプロセスに可能な限りこう近づいていけるような授業のお題っていうか、まあ進め方。それが一種のブリコラージュだったり、インプロビゼーションだったり。僕らも 100% の自信で授業を正直やってるわけじゃなくて、多分。答えがないから。答えがないですから。なので、こうなんとなくやってみては、今年こんなことやってくる学生おったなと思ってみたりしつつ、特に今年はオンラインでやってみて、結構まあ最初はうまくいかないんじゃないかなと思ってたら、なんか思ってたよりうまくいったりして。みたいな。逆にびっくりみたいな。教室になんか俺たちがわざとらしく積むガラクタよりもそれぞれの学生の家にあるガラクタの方が面白いということが分かった。直近のコンビニに行ってそそる謎メニューを作れと。ああ、見ました。それ面白かったな、すっげえ。何人かのそそる謎メニューではお母ちゃんが参戦してきてママが参戦するとコスパのエキスパートなのでいいメニューを作っちゃう。わかる。普通にうまそうやんみたいな出てきて、そうおかんメニューを舐めるなっていうそれも逆に面白かったけどね。いや、なんか僕、その前、セントラルイースト東京っていうなんかそのアートイベントにちょっと関わった時に、いろんなイベントって3年は続くんだけど、5年続けるのは難しいっていうのを誰かから聞いてて、本当にやっぱり3年はできたんですけど、5年目で終わっちゃったんですよね。で、なんかたまたま知ったんですけど、奈良の東大寺の二月堂っていうお堂で、お水取りっていう、儀式みたいなのがあるんですよ、3月。お坊さんがなんかこう回廊の周りを松明を持ってぐるぐる回ってなんかこう祈りを捧げる火の粉降ってきてすごい春の始まりを告げる儀式、まあイベントなんですけど、お水取りって何の意味なんかなと思ってたら、なんか福井の方に謎の井戸があって、1月にそっちに水を入れたら、なぜか奈良の2月堂の井戸にそこから入れた水がやってきて、その水を取るっていう儀式らしいです。へえ。本当なんですかね。意味わからない。多分嘘でしょ。嘘とか本当を超えている。そうですね。でも実は第1260回とかですよね。東大寺ができた頃からやっちゃってて。1年に1回ですもんね。そうやってる人たちもなんでやってんのかよく分かってないと思う。正直。一応なんかギネス最長イベントみたいな、なんかギネスに載ってるらしいです。世界で記録のある最長イベント。今企画したら絶対通らないような、そのなんかこう危険なやつで。そう。こんな松明を持って火の粉まき散らしながらテラスを一周するんだ。しかも国宝やしみたいな。そう。やっぱなんかこう崇高なものへ、なんかこうその季節
なのかブッダなのかわからないですけど、僕と付き合う方法として誰かが編み出したものが1260回続くということが、人類ってそういうことが行えるんだということが愕然としちゃったと。なんかさっきの話でスケール感で言うと、なんかこう誰のためにやってるのかもよくわからないし、何のためにやってるかわからないが、なんかもうそれが一つの手段が目的になっちゃってるんですね。なんかその手段が目的になってるということで、かつしかもその元々の目的すらよくわからない状態ではあるが、やはりみんななんかわーって思うんですよ、その松明の写真とか見たら。だから単純に続いてるんだと思うんですけど、何か崇高なものと付き合うっていうことには、簡単に言うとコストって関係がないんだろうなって気がしてるんですよ。だから例えば、僕は全然無宗教なんであれですけど、例えば石川さんが日曜日に教会に行きます。疲れてるのに教会に行って、みんなと聖書を見ましょうってなってて、それには多分コストとかパフォーマンスっていう概念がもう全く関係がないと思うんですよ。関係ない。なんかそのコストとかパフォーマンスっていうものが全く関係ない世界を SFC っていうか東京なのかちょっとよくわからないですけど、そういうものとなんかこう触れづらい世界で生きてる人って結構多いんじゃないかなって気はちょっとしますね。その、説明書きって、100年もすれば口でなくなっちゃうけど、そういうその、よくわかんないけど、毎年こういうことをやることになってんだみたいな、お水取りみたいな、その、理不尽な、祭りとか、その、伝承って、逆に、その、1000年ぐらい余裕で残ったりするんだよね。理不尽なゆえに。これはこういう目的で、例えばお水取りは、その、こういう目的で作ってるんです。みたいなさ、説明がついてしまうと、その目的が消えるとやる意義がなくなってみんなやめちゃうんだけど、どういうふうに考えてもあれ解釈が無理なんだけど、ゆえに、なんていうか、その毎年やんなきゃいけないっていう習慣だけ残ってしまうみたいな。そういうのあんじゃん。そのなんかこう、このほとりでさ、急な坂を丸太落として、その上みんな乗るみたいなさ。3人ぐらい死んでますけど、そう。だけど、あれってさ、要するにその、誰も辞めないわけよ。どうしてかっていうと、辞める理由がないからなんだけど、辞める理由がないのは、つまり、やる理由が分かんないからだよね。あれ、下手に説明がついてしまって、これのコストパフォーマンスはこれですみたいなことを誰かが説明できると、そのパフォーマンスが悪くなるとやめちゃうよ。だけど、そんな射程距離で考えてないわけよ。そのお祭りって。で、ついにあれがどう役に立つのかって人類は分かんないかもしれないし。そう考えると、その短期的なコストパフォーマンスから言うと、合理的に説明できないんだけど、ずっとやってしまっているので、うっかり続いているみたいなのってすごいたくさんある。そのさっきの入学式と卒業式なんて、それの意味わかんないんだけど、みんながそこに集まって一斉に歌うとか、そうすることが、なんか連綿と続いているものに連なるっていう、その姿勢であるっていうだけで、なんかこう続いてて、逆になんかそれを復縁することが自分がコミットする儀式になっているっていうことってあるじゃん。